まあ寒い時期にはね、辛いそして熱い鍋を食べて、温まりたいですよね。激辛マーラー鍋です。でこの鍋ちょっと舐めてもらってはいけないぐらい辛いです。青唐を入れます。豆板醤入れてちょっと濃縮させる感じ。さらに花椒ですね。とどめですね。すごいこれでフレッシュな玉ねぎをのせます。ちょっとね違う方向に辛みが出る。ちょっとシャッキリしてね、さっぱり。辛いの好きな人は間違いなく好きですね。辛いぞ。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは激辛マーラー鍋です。まあ寒い時期にはね、辛いそして熱い鍋を食べて部屋の中でいっぱい汗かいてですね、温まりたいですよね。でこの鍋ちょっと舐めてもらってはいけないぐらい辛いです。なので、お子様は要注意。早速やっていきましょう。では材料紹介ですね。豚こま肉、お塩、きくらげ、しいたけ、絹ごし豆腐、ニラ、にんにく、生姜、青唐辛子生のやつですね。最近よく売ってますスーパーで。豆板醤、お水、酒、ガラスープのペースト、それから醤油、オイスターソース、サラダ油に玉ねぎのみじん切りとさらに花椒ですね。マーラーですから。はい、では早速やっていきますね。まずにんにく、生姜みじん切りしていきます。今までの人生で一体何個にんにくをみじん切りしてきたでしょうね。続いて生姜。僕の多分ねみじんの仕方も結構珍しいと思うんですね。あんまりこうやって切んないでしょ。こんな感じですかね。これはもう鍋の中に入れちゃおうかな。で今日はこういうフッ素加工された鍋使っていくんでこの中でできるんですけど、もし土鍋使われる場合はフライパンで今からやる工程はやっていってくださいね。はい、そしたら次に青唐辛子小口しとこうかな。青唐辛子もね当たり外れあるんで多分10本15本ぐらいで売ってると思うんですよ。でその時にこう切ったこの鞘の部分ちょっとペロッと辛いんですけど舐めて辛いやつを選んでください。辛くないやつがいます。たまにお店で切ってダメですか？買うとき。いやだから10本15本入ってるから3本選出してお店で来てないたらもうほんと迷惑 YouTuber ですよ。ほんとそれでこの手ね、この手要注意ですからね。ちょっとかゆいとか言ってここ囲うもんならもう地獄を見ますから。ニラは5センチ幅ぐらいですかね。で寄せといて、続いてしいたけ。しいたけ結構大きめなんで今日4等分ぐらいですかね。軸の硬い部分を外して、辛いですね。ジンジンきてますね。ほんと辛いの好きな人本当に好きですよね。辛くないのって辛いらしいですけど、やっぱりどうなんですかね。耐性があるんですかね。豆腐はこれもちょっと大きめでいいと思いますね。ちょっと救いのポジション、豆腐みたいな。激辛でも豆腐噛んでるとちょっとこうね。なるほど。救われるってことです。ちょっと救われる。ちょっとだけですよ。では次にお肉は今日はこま肉使ってるんでお塩して下地入れときます。そしたらこういうすり鉢で花椒を入れてすっておきます。このままだと大きすぎるんですね。口当たりめちゃめちゃ悪いんですよ。なのでこの時点ですりつぶしておきます。もう匂いがすごい。
はい、そしたら油を入れます。油を入れて火をつけます。マーラー鍋の思い出がある。マーラー鍋の思い出、昔よく上海なり、大連が多かったかな。大連の出張よく行ってまして、わざわざ四川料理とか行ったりして食べた思い出がありますね。本当に辛いですね。お肉入れます。香り立ったらお肉。この後にカメラさんは死にます。青唐を入れます。ここまではねまだ大丈夫です。この後はやばい。ここもものすごい辛い青唐だともうカプサイシンブワーってもう部屋中。すごいこれはなかなかすごい。これは本当にすごいですね。さらにこれ豆板醤入れます。豆板醤入れてちょっと濃縮させる感じ。豆板醤お肉よく絡め。でお水。これでとりあえず救われましたね。だからここにお酒入れて、練りのガラスープですね。これじゃあ中国の現地で食べたマーラー鍋。もうちょいといろいろと香料効いてますけどね。はい、沸いてきたらここで味付けしていきます。醤油、オイスターソース、お塩、さらによく混ぜますね。でこれでもうベースの味で出来上がりです。あとはここに具材を出していって各素材に火が通ったら食べれる状態ですね。まずお豆腐、しいたけ、きくらげ水で戻したら水気をよく切ってで加えていきます。僕ねきくらげすごい好きなんでね結構たっぷりですね。しいたけにちょっとね火が入るまで少し待ちますかね。しいたけに火が入り始めたらニラ、わさわさわさでここで先に花椒、これもとどめですね。でポイントなんですけどフレッシュな玉ねぎをのせます。で玉ねぎが火が入らないうちに入りきらないうちに食べるのが美味しい。ちょっとね違う方向に辛みが飛ぶっていうかちょっとシャッキリするんですね。さっぱり。ここで火を止めて最後に玉ねぎ。はい、完成です。じゃあねいただきたいと思いますがちょっと怖いですね。やっぱり鍋は最初スープかな。辛いけど僕は全然耐えられますね。まずお肉、うまい。旨味しっかりありますよ。しいたけもね旨味あるし豚肉からも当然出ます。玉ねぎいい感じですね。このシャキシャキとした感じがちょっとこの辛さを和らげては全然くれないですけどちょっと一瞬生の野菜の水分が出てくる感じ。それが一回口の中をシャッと締めてくれる感じですね。お豆腐、逃げ道お豆腐。逃げ道ですね。辛いの好きな人は間違いなく好きですね。辛いぞ。今この辺にじんわり汗かき始めてますけどそんなに辛いっていうところまで行ってないです。多分本当に辛いの激辛好きな人はまだ足りないぐらいじゃないですかね。僕はこれが上限ぐらいですけどね。なのでね辛いもの好きぜひこのお鍋この寒い時期に挑戦してみてください。
ごちそうさまでした。